皆さんこんにちは。日本語スタジオラジオスタラジの時間です。今日も私、日本語教師の静香とアシスタントのヨッシーが簡単な日本語で日本の生活や文化について話します。このポッドキャストで私たちと一緒に新しい文法や単語も勉強しましょ今日もよろしくお願いします。今日もスペシャルコンテンツがあります。う。ところでヨッシーは子供が好きですか？どうしたんですか急に。私は最近子供を見ると、こんなに小さいのに日本語が話せてすごいなぁと感動します。日本語の先生らしい見方ですね。今日はお父さんと娘の会話から注意する時の日本語を勉強しましょう。子供に注意すると子供を注意するの違いは何でしょうか、よし。子供に注意は車を運転しているとき、子供が道を渡っていると危ないので、子供に気をつけるという意味です。子供を注意は子供が何か悪いことなどをしたのでダメですよと言って叱ることです。そうですね。では、叱ると怒るの違いは？叱るは理由を言って注意するイメージです。怒るは理由も言わないでただ自分の気持ちをぶつけるイメージですね。そうですね。叱るのは相手のため、怒るのはそうじゃない場合があります。自分が嫌な気分になった時に人は怒りますが、怒り方によっては誰かを傷つけることがあります。どうして怒ってるのとか、怒ってる僕何かしたというフレーズをドラマやアニメでよく聞きますね。怒るのは一人でできるけど、叱るのは相手が必要ですね。いいポイントですね。では、スキットに行きましょかな、そろそろ起きなさい。もう9時だよ。夏休みだからっていつまでも寝ていちゃダメだよ。お母さんは？お母さんは仕事に行っちゃったよ。お母さん最近仕事忙しいから、今日は僕たちが掃除して料理してお母さんが休めるようにしてあげよえー、私部活行くんだけど。う。そんなのお父さんもお母さんも聞いていないよ。言ったよ。でもカレンダーに書いてないよ。予定は忘れないようにカレンダーに書いてるから、カナが言わなかったんだと思うけど。えー、まあいいや。部活だから。朝ごはん食べたら学校行く。お昼ご飯はどうするの？お弁当作ってよ。あと部活終わったらミキたちとカラオケ行くから、多分帰るのは8時くらい。この前ミキに1000円借りたんだった。お父さんお金ある？ 3000 円くらい。カナ、ちょっとこっちに来て座りなさい。時間ないんだけど。いいから来なさい。お父さんもお母さんもカナが部活を頑張っているのはいいことだと思っているよ。でもカナはまだ子供なんだから、全部一人で決めるべきじゃないし、予定があるなら前もって言いなさい。それに友達からお金を借りたならすぐにお父さんたちに言わなきゃダメだよ。はーい。お小遣い毎月5000円渡してるよね。どうしてミキちゃんに1000円借りたの？もう全部使っちゃったから。お姉ちゃんが中学生の時はそんなことなかったんだけどな。人と比べるべきじゃないってお父さんいつも言ってるのに、なんでお姉ちゃんが出てくるの？私も高いものとか食べないように気をつけて使ってるよ。でも部活の後はいつもみんなでマックとかファミレスとか行くから。カナは部活の後にみんなと遊びたいの？いつも疲れて帰ってくるけど。マミが部活の後にカラオケに行かなかったんだけど、そしたらミキがマミはもう友達じゃないって。そうか。カナはマミちゃんみたいになりたくないから毎回みんなと遊ぶようにしてるんだね。うん。それは難しいね。カナが楽しいならいいけど、そうじゃないなら困ったな。それに中学生がたくさんお金を使うこともあまり良くないと思うよ。カナはどうしたい？わかんない。
みんなと遊ぶのは楽しいけど、疲れている時は早く帰りたいし。まみちゃんはどうしてるの？マミはミキが怖いからミキと話さないようにしてる。かなはまみちゃんと話すの？うん。クラスも一緒だし、家も近いし。でもミキがいる時は話さない。どうして？マミと話したらダメだってミキがみんなに言ってる。つまり今まみちゃんは学校で一人ということ？先生はそれを知ってる？クラスには友達いるよ。ミキは同じクラスじゃないし。でも部活では一人だね。先生は多分知らない。そっか。ねえかな、お父さん、みきちゃんのお父さんに話してもいいかな？みきちゃんのご両親はこのことを知るべきだと思うよ。でもそしたらカナが話したってミキが分かっちゃうし、それでカナもやばくなるし。じゃあ先にまみちゃんのお父さんと話すのはどうかな？大丈夫。お父さんに任せなさい。分かった。それから今日は早く帰るようにする。家でご飯食べる。そっか。じゃあお弁当作るね。ありがとう。いやー、いいお父さんですね。こんなかっこいいお父さんあまりいないですよ。かなちゃんもいい子でしたね。お父さんの育て方が良さそうです。理想の叱り方でしたね。それではレッスンに行きましょう。スタラジ日本語レッスン。静香先生、今日の注意する時の日本語を勉強する前に気をつけた方がいいことはありますか？命令形の使い方ですね。お父さんが使っていた何々しなさいという言い方は命令形と言います。相手に何かをするように強く指示する言い方なので、使うシチュエーションや関係性に注意が必要です。なるほど。学生から先生、部下から上司など、つまり下の人から上の人に命令形で話すのは良くないですね。はい。それを理解した上で、命令形何々しなさいについて勉強しましょう。作り方はそんなに難しくないです。マス形から作れます。よし、お願いします。します。しなさい、見ます。見なさい、帰ります。帰りなさい、やめます。やめなさい。静香さん、しろ、見ろ、帰れというのも命令形ですよね。今回のスキットでは出てきませんでしたが。そうですね。しなさいはしろより柔らかいので、命令形ですが上品な言い方ですね。スキットではお父さんがかなちゃんを叱っていますが、しなさいを使うことで聞かせる言い方になっています。最初に話した通り、叱るは相手のためにすることですから、聞いてもらうことが大切です。強すぎる話し方は良くないということですね。ちょっと難しい動詞なんですが、諭すという動詞があります。これは叱ると似ているんですが、少し違います。叱るは相手が悪いことをしたので、それを注意して反省してもらうこと。諭すは正しいルールや考えを教えて、相手がそれを理解して自分から変わろうと思えるようにすること。なるほど。諭すときは、よく考えろよりもよく考えなさいと言った方がいいですね。そうなんですよ。実際、日本語翻訳の聖書では、何々しなさいという言い方をよく使います。命令ですが、柔らかくて聞かせる言い方ですね。とはいえ、あまり使う機会はなさそうですね。アニメなどで聞いたら、これは命令形だと分かれば十分ですね。そうですね。でも次の何々するようにするはよく使いますから、今日のレッスンでマスターしてしまいましょう。まずはスキットを聞いてください。予定は忘れないようにカレンダーに書いてるから、カナが言わなかったんだと思うけど。マミはミキが怖いからミキと話さないようにしてる。これは N4 のフレーズなので、そこまで高いレベルの文法ではないんですが、よく使う言い方です。
こうしようと決めて気をつけながら行動しているという時に使います。合ってますか？はい、その通りです。予定を忘れるのは良くないので、どうしたらいいか考えて、忘れないようにカレンダーに書くことにした。マミはミキが苦手なので話したくない。話さない。だから遠くに座ったり、ミキの顔を見なかったりして話さないようにしている。予定を忘れないように気をつける。ミキと話さないように気をつけるですね。ヨッシーは普段から気をつけていることってありますか？僕は健康のために毎日1時間歩くようにしています。それからカロリーを考えて食べるようにしていますよ。ヨッシーは健康に気をつけているんですね。もちろん自分以外の人に気をつけてほしい時にも使えます。例えば、バスの時間に遅れないように早めに来てくださいとか、チケットをなくさないように気をつけてくださいとか。静香先生、これは形容詞や名詞は入らないんですよね。そうですね。辞書形と内形だけなので動詞です。実は最近英語の勉強を始めたんです。毎日電車の中で英語を勉強するようにしてるんですが、これをするようになったらアメリカのドラマが字幕を見なくてもわかるようになったんです。これもようにの文法ですよね。このようには違うようにです。今簡単に説明すると、今日はようにするを勉強しました。ヨッシーが言っているのはようになるですね。これは次のスタラジで勉強するようにしましょそうなんですか。今日勉強したようにするは気をつけること、頑張っていることですね。う。そうです。忘れないようにしてください。忘れないようにするは、つまりフレーズの使い方、意味を忘れないように気をつけるということですね。わかりました。では最後のフレーズです。べきだ、べきじゃないですね。これは N3 レベルです。これも注意するときに使いますね。常識で考えてした方がいいこと、しない方がいいことですね。スキットを聞きましょう。人と比べるべきじゃないってお父さんいつも言ってるのに、なんでお姉ちゃんが出てくるの？みきちゃんのご両親はこのことを知るべきだと思うよ。人と自分を比べるのは良くないですね。比べるべきじゃありませんね。ここで気をつけたいのは、べきじゃない、べきではないという否定の形です。しないべきですじゃなくて、するべきじゃないです。静香先生、するべきですか？すべきはどうですか？すべきの方が本当は伝統的な形なんですが、今はするべきという言い方も口語表現、つまり話す時の日本語として普通になりました。正直どちらでもいいというのが私の答えです。静香先生って先生なのにあまり厳しくないですよね。もっと正しい日本語を教えるべきですよ。私は先生ですが、楽しく日本語を話して正しくコミュニケーションが取れればいいと思っています。意味が変わってしまうミスはしないように気をつけるべきですが、意味がわかるならちょっとのミスは無視してもいいと思います。意味が変わってしまうミスって例えば？例えば言葉のスペルのミスとか、韓国から来ましたを韓国から来ましたというとやばいでしょ。あとはこのべきの文法ならちゃんとルールがあることには使えないんです。そういうミスには気をつけたいですね。ドライバーがシートベルトをするのは法律で決められたルールですから、シートベルトをするべきじゃなくってシートベルトをしないといけないがいいですね。そうそう。それに私が主語、サブジェクトになるときも基本的には使いません。明日テストがあるので私は今晩勉強しないといけませんと言います。静香先生、今勉強したことを忘れないようにもう一度スキットを聞きたいんですが。はい。もう一度スキットを聞いてみましょう。今回は少しゆっくりになります。しなさい、するようにします、するべきですに気をつけて聞くようにするといいですよ。
かな、そろそろ起きなさい。もう9時だよ。夏休みだからっていつまでも寝てちゃダメだよ。お母さんは？お母さんは仕事に行っちゃったよ。お母さん最近仕事忙しいから、今日は僕たちが掃除して料理してお母さんが休めるようにしてあげよう。私部活行くんだけど。そんなのお父さんもお母さんも聞いてないよ。言ったよ。でもカレンダーに書いてないよ。予定は忘れないようにカレンダーに書いてあるから、カナが言わなかったんだと思うけど。まあいいや。部活だから朝ごはん食べたら学校行く。お昼ご飯はどうするの？お弁当作ってよ。あと部活終わったらミキたちとカラオケ行くから、多分帰るのは8時くらい。あ、この前ミキに1000円借りたんだった。お父さんお金ある？ 3000 円くらい。カナ、ちょっとこっちに来て座りなさい。時間ないんだけど。いいから来なさい。お父さんもお母さんもカナが部活を頑張っているのはいいことだと思ってるよ。でもカナはまだ子供なんだから、全部一人で決めるべきじゃないし、予定があるなら前もって言いなさい。それに友達からお金を借りたならすぐにお父さんたちに言わなきゃダメだよ。はーい。お小遣い毎月5000円渡しているよね。どうしてミキちゃんに1000円借りたの？もう全部使っちゃったから。お姉ちゃんが中学生の時はそんなことなかったんだけどな。人と比べるべきじゃないってお父さんいつも言ってるのに、なんでお姉ちゃんが出てくるの？私も高いものとか食べないように気をつけて使ってるよ。でも部活の後はいつもみんなでマックとかファミレスとか行くから。カナは部活の後にみんなと遊びたいの？いつも疲れて帰ってくるけど。マミが部活の後にカラオケに行かなかったんだけど、そしたらミキがマミはもう友達じゃないって。そうか、カナはマミちゃんみたいになりたくないから毎回みんなと遊ぶようにしてるんだね。うん。それは難しいね。カナが楽しいならいいけど、そうじゃないなら困ったな。それに中学生がたくさんお金を使うこともあまり良くないと思うよ。カナはどうしたい？わかんない。みんなと遊ぶのは楽しいけど、疲れている時は早く帰りたいし。マミちゃんはどうしているの？マミはミキが怖いからミキと話さないようにしてる。カナはマミちゃんと話すの？うん。クラスも一緒だし、家も近いし。でもミキがいる時は話さない。どうして？マミと話したらダメだってミキがみんなに言ってる。つまり今マミちゃんは学校で一人ということ？先生はそれを知ってる？クラスには友達いるよ。ミキは同じクラスじゃないし。でも部活では一人だね。先生は多分知らない。そうか。ねえカナ、お父さん、ミキちゃんのお父さんに話してもいいかな。ミキちゃんのご両親はこのことを知るべきだと思うよ。でもそしたらカナが話したってミキが分かっちゃうし、それでカナもやばくなるし。じゃあ先にマミちゃんのお父さんと話すのはどうかな。大丈夫？お父さんに任せなさい。分かった。それから今日は早く帰るようにする。家でご飯食べる。そうか。じゃあお弁当を作るね。ありがとう。はい。ではスペシャルコンテンツ今日で最後です。今日で最後今日で最後。はい。今日勉強したフレーズを使って AI に歌を作ってもらいました。ぜひ聴いてください。レストランで水が出てきてもサービスですって言わないけれど、とにかく受け取りなさい。とにかく受け取りなさい。
店員さんがいらっしゃいませって言うけど、別に話しかけてるわけじゃない。反応しなくていいです。反応しなくていいです。 Yes なのか No なのかはっきりしない。考えておきますわ。多分断られているってことを早めに学びなさい。早めに学びなさい。 Yes なのか No なのか Yes なのか No なのか曖昧な国はっきりしろよしろよ。トイレのボタンはたくさんあるけど、押すべきじゃないのも混ざってる。非常って書いてあったら押さないように。それはエマージェンシー。写真を撮るならはいチーズって言いなさい。プリクラは目が異常に大きくなる。それも文化だと理解しなさい。信号は緑色だけど青と言いなさい。グリーンティーはお茶って言いなさい。グリーンアップルは青リンゴって言いなさい。また今度は来ないかもしれない。ちょっと考えさせてはノーかもしれない。そんなのわかるわけないよ。でも空気を読むべき。でも空気を読むべき。 Yes なのか No なのか Yes なのか No なのか曖昧な国はっきりしろよしろよ。どうでしたか？日本のおかしなルールについてちょっと過信していました。なるほど。よし、これで最後なんですか？これで曲を作るのは最後なんですか？皆さんがまた聞きたいと思ったらまた続けたいと思います。なるほど。では皆さん、このコンテンツが面白いと思ったらぜひ教えてください。はい、よろしくお願いします。では静香さん、スキットの最後でお父さんが任せなさいと言いましたね。これは命令形ですが、任せてくださいという意味ですね。はい、任せてよりも任せなさいの方が強くて頼れる感じですね。安心しなさいとか命令形はそういう使い方もできるんですよ。どんな言語も同じですが、声のトーンなども大切ですね。そうですね。誰かに注意するときは自分の話し方に気をつけるべきですね。今日はコミュニケーションについても勉強になりました。はい、次のスタラジはできるようになったことを勉強します。ようにするじゃなくてようになるですね。皆さんが生活の中で気をつけていることは何ですか？ぜひコメントで教えてください。それでは次のレッスンまで今日のスタラジをたくさん聞くようにしてくださいね。次のレッスンもよろしくお願いします。また来週。